の検索エンジンが内部コードを流出したんですね。この内部コード流出ってめちゃくちゃやばいことなんですね。SEO でその上位に行く上で重要な点、それが何かっていうと、検索エンジンの仕組みっていうのは流出したわけじゃないですか。でそこで驚いた点が一つあったんですね。これって要するにインフルエンサーにとってすごい有利な指標になっていて、ただ、全体を見て思ったのが、もうやっぱりそのコツコツ発信していって信頼を貯めていきましょうっていう、結局そこなんだなって僕は改めて思ったので、ある意味で SEO の秘密が流出してしまった件っていうので、ヤンデックスっていう検索エンジンがあるんですね。ロシアだとこれが一番有名ですと。この検索エンジンが内部コードを流出したんですね。海外ニュース見ていると内部の人がわざと流出させたんじゃないかみたいな、そういう話とかも出てるんですけど、この内部コード流出ってめちゃくちゃやばいことなんですね。でなんでかっていうと、結局検索エンジンの強みって何かっていうと、内側のアルゴリズムなんですよ。コードの内容なんですよ。でもこのヤンデックスっていう会社のコードが流出しちゃったってことは、いくらでもコピー商品作れちゃって、そうするとそのヤンデックスっていうその検索エンジン、これロシアでシェア1位なんですけど、これの強みっていうのは全て出ちゃったわけですね。一方でその皆さんだったら検索って言ったら Google じゃないですか。 Google はそういった内部コードっていうのはもちろん公開していません。なんでかっていうと、そこを公開してしまったら SEO の秘密っていうのは分かっちゃうじゃないですか。なんでかっていうと、そのコードを分析したら Google 社っていうのはこういうものを評価してるから、だったら SEO で検索上位行きたいんだったらこういう風に最適化すればいいんだみたいな、そういうのはできちゃいますよね。だから Google 社っていうのは内部コードっていうのはずっと秘密にしてきたし、これからも多分秘密にしていくと思うんですけど、でもロシアの方でそれが流出しちゃったわけですよね、ヤンデックスっていうのが。これがもう海外でめちゃくちゃバズっていて、バズってっていうかその海外のマーケター界隈でバズってるんですけど、日本だと多分これあんまニュース見かけないなと思ったので、僕の方でちょっと解説をしていこうと思います。でまずじゃあヤンデックスっていうロシアの検索エンジンで内部コードを見ていくじゃないですか。でその上で重要なことが3つあったんですね。 SEO でその上位に行く上で重要な点、それが何かっていうと、まず1つ目っていうのが CTR、 2つ目っていうのが直帰率で、3つ目っていうのが非リンクですね。でまず CTR っていうのが検索結果のクリック率ですね。例えば、プログラミング始め方みたいな感じで調べるじゃないですか。でその時にプログラミングの始め方の記事みたいなバーって出てきますよね。それでクリックされる確率、タイトルが過激だったりとか、この記事のタイトルだったらこれ読んだら全て自分の疑問解決しそうみたいな、そういうタイトル付けをすることによって検索上行きやすいんですね。皆さんも経験したことあると思うんですけど、記事クリックしてみるともうめちゃくちゃまとめ記事でめちゃくちゃ長文の記事って多いじゃないですか。でなんでそういう記事が上位に行きやすいかっていうと、やっぱりこの CTR、 クリック率高くなるんですね。何か調べ物をした時にやっぱ早く解決したいじゃないですか。早く解決したい時に皆さんどういう記事をクリックするかっていうと、もうとにかくやっぱ情報量多いものをクリックしていって、でその記事の中からさらに探していけばいいかなみたいな、そういう考え方をする人って多分多いと思っていて、だから長文のまとめ記事っていうのはやっぱり SEO で強くなってしまうと。なんでその強くなってしまうって言い方をしたかっていうと、読む側からしたら結構だるかったりするじゃないですか、記事長くて。でも現状の SEO だとやっぱりその長文で、かつ例えば目次とかを入れてあげて、それでそこの記事内でより調べれるみたいな、そういうやり方をするといいんじゃないかなと思います。でプラスアルファでやっぱ思ったのが、長文の記事を書くじゃないですか。で書いてそれで目次入れるのもいいんですけど、もはやその記事の中に検索バーを入れてしまう、これも結構ありだと思うんですね。もう徹底的にまとめましたみたいな、ここに全ての情報が入ってますみたいなタイトル付けしますよね。で目次バーンみたいな感じでめちゃくちゃ目次が細かく書いてあるじゃないですか。それプラスでかなり記事が長いので、もしよかったらここの検索バーで記事内で検索できますよみたいな、読者の方に Google 検索させてそこで記事に流入してもらって記事内でもさらに検索してもらうんですね。これやると読者的にはちょっとだるいんですけど、でもその一つの記事で全て解決するんだったら結構いいんじゃないかなと思っていて、これ聞いてる方の中で SEO マーケターの方とかいたら、そういう施策っていうのは一つ効果出るんじゃないかなとは思うんですね。参考まで共有しました。であとは CTR を高める、タイトルのクリック率を高める、検索結果からのクリック率を高めるにはやっぱりそのタイトル付けが重要なんですね。でタイトルの考え方っていうのは僕の過去のブログ記事で説明しています。ブログ運営で適切なタイトルの付け方、経験より成果保証しますっていう、こういうタイトルで2020年に書いた記事ですね。気になる方いたらぜひご覧ください。続いてが直帰率ですね。直帰率っていうのは記事に訪れてすぐに離脱する人の割合ですね。直帰率ってなんでその SEO 上で重要かっていうと、例えばプログラミングの始め方で調べた時になんか5番目ぐらいの記事を例えばクリックするじゃないですか。でクリックして、よしじゃあプログラミングの始め方勉強するぞ
と思って記事を読もうとしたら、なんかそこで自分とマッチしてない情報とか、あとは記事の導入文でヤッホーみたいな、私の名前は何々ですみたいな感じで、その筆者自身の自分語りみたいな、そういうのが始まったら皆さんどう思いますか？自分はプログラミングの学習方法を知りたがってるわけじゃないですか。なのに記事にたどり着いたらヤッホーみたいな感じで、その人のなんか自己紹介めっちゃ書かれてるみたいな、多分離脱しますよね。でその時に直帰率が高くなるわけですね。そういう記事っていうのは検索エンジンで基本的に下げられます。だから気をつけてほしいんですけど、例えばプログラミング学習の始め方ってこういう記事があったとして、僕は導入の部分めちゃくちゃいつも気にしてるんですね。どういう仕組みになってるかっていうと、僕のブログ知ってる方だったらもう皆さんわかると思うんですけど、最初にその読者の悩みを書いていますと、こんな悩みを持ってる方向けに書いていますと、で本記事のテーマっていう感じで記事の内容、あとは記事の目次を載せていますと、プラスで記事の信頼性も載せていますと、そんな感じで必ず無駄な情報を僕は全て排除するようにしていて、どういった情報を残すかっていうと、読者が絶対に圧倒的に知りたがっている情報、それ以外は導入文においては絶対に排除するんですね。でも一方でじゃあ本文の方でちょっと脱線とかを入れるかって言われたら、そこは僕は入れます。なんでかっていうと、完全にガチガチの情報だけを入れていったら読んでる側も結構飽きちゃうじゃないですか。だから導入文はもうガチガチで固めていいんですけど、本文は少しこの力を抜いても読めるような、そんな感じで僕は作っていて、気になる方いたら、そのあたりもちょっと参考にしてみてください。であと導入文ってすごい重要なんですね。でこの導入文の書き方っていうのもある程度このテンプレ化できるので、そこも過去記事で紹介しています。タイトルが、事実ブログで価値ある導入文を書く方法、条件は3つあるっていう、こういう記事で、これ2018年に書いたんですけど、この記事僕の中ではかなりしっかりまとまってるなと思うので、もしよかったらご覧ください。というわけで以上が SEO の重要な点の2つ目ですね。でもう一回振り返ると、まず CTR 検索結果のクリック率ですね。で続いてが直帰率が重要って話をしました。続いて3つ目っていうのが非リンクですね。非リンクって皆さん知ってると思うんですけど、外部サイトからリンクを貼られた時にそれが非リンクっていう感じになります。で僕が運営しているマナーブログ、非リンクめちゃくちゃついてるんですね。なんで非リンクがつくかっていうと、僕は多分継続的にブログとかアフィリエイトとかそういうウェブマーケティング、プログラミング、そういうのを発信をしてきたので、例えばブログ学習したい方だったら学さんのブログも読んだ方がいいですよみたいな、そういう風に紹介してくださるブロガーの方とかいっぱいいたわけですよ。だから非リンクがついて、結果として僕のブログがよりパワーがついたみたいな、そういった状況になりますと。この非リンクっていうのはすごい重要で、そもそも Google 社が検索エンジンを作った時に一番ベースとなった考え方っていうのはこの非リンクなんですね。でこの非リンクっていうのは論文を評価する時も使われていて、世の中で価値がある論文ってどういう論文かっていうと、いろんな論文から引用されている論文、要するに非リンクが多い論文っていうのが一番価値があるっていうふうに世の中で言われてるんですね。いろんなその引用される数が多い論文っていうのが価値があるわけじゃないですか。でこの考え方を応用して生まれてきたのが Google の検索エンジンです。非リンクっていうのは昔から重要って言われているし、これからも重要性は変わらないと思います。だからなるべく非リンクを増やしていきましょうと。その上で非リンクを増やすって言ってもどうやって増やしていいか分かんないじゃないですか。で一つのやり方としては、僕はこれ一番おすすめなんですけど、自分で先に無料でもいいし有料でもいいから自分から相手にギブをしていく、これがすごい重要だと思っていて、ギブをするとどういう感じかっていうと、お土産もらった時に近いんですけど、お土産もらったら返さなきゃって思うじゃないですか。でこれ心理学的に偏方性の法則って言われたりすると思うんですけど、これをブログとかに応用していくとどういうことかっていうと、例えばじゃあ僕が今からすぐに非リンクが欲しいってなったら何するかっていうと、多分クリプトのセミナーでもいいですし SEO のセミナーみたいな、そういうのを開くんですね。例えば SEO の無料セミナーを僕は開くじゃないですか。でそれを Twitter とかブログで告知して、よかったら皆さん来てくださいみたいな、完全無料ですみたいな、実際にちゃんと濃い内容っていうのを全てセミナーで話して、で参加者の質問とかに全て完全に答えて、もう皆さんの満足度をもう最大化するじゃないですか。でその際に満足度も 120% ぐらいの持っていくんですね。その上で僕は何て言うかっていうと、もしよかったら今回学んだことっていうのをレポートとかで書いてください。書くことによって知識も自分に染み込んでいきますし、それを読む方ももちろん勉強になりますし、そういうふうにレポート書いてもらうと僕自身も嬉しいですみたいな、そういうふうなことを言ったら、そのセミナーに例えば30人の方が参加してくださったとしたら、1人とか2人ぐらい多分書いてくれると思うんですね。で1人2人が書いてくれる際に何が発生するかっていうと、基本的には多分非リンクが獲得できると思います。なんでかっていうと、今回のイベントは学さんって方が主催しました。学さんのブログはこちらから見れるので皆さんぜひご覧くださいっていう感じで、そこのセミナーとかに満足したら皆さんそういう書き方するじゃないですか。だから要するにギブアンドテイクみたいな感じなんですけど、これをやることによって非リン
ンクが増えていきますってところですね。以上が SEO 対策で重要な3つの点、 CTR、直帰率、非リンク、この3つを説明したんですけど、言ってしまえば結構当たり前っちゃ当たり前の話だったんですよね。でその上でもう少し深掘りをしようと思っていて、検索エンジンの仕組みっていうのは流出したわけじゃないですか。でそこで驚いた点が一つあったんですね。驚くというか、経験上これも僕は少し経験してたんですけど、どういうことかっていうと、その URL を過去にクリックしたことがあるか、こういう指標があったんですね。その URL を過去にクリックしたことがある場合はそれが1っていう数値になって、でそれクリックしたことない場合は0みたいになるんですね。で1と0、要するに得点みたいな感じで考えたらよくて、1ポイント追加されますと。これって要するにインフルエンサーにとってすごい有利な指標になっていて、なんでかっていうと、僕の場合だったら日常的に自分のブログを拡散するじゃないですか。自分のブログ書きましたみたいな感じで、新しい記事ですみたいな感じでツイートするじゃないですか。でそしたら僕のツイート見てくださった方っていうのがクリックしてその記事にたどり着きますよね。そうするとどうなるかっていうと、それで過去にその URL をクリックしたっていうののポイントが1になるじゃないですか。その方が別の機会に何か検索をした時に僕のブログが出現する可能性が上がるんですよね。皆さんこれ経験したことあるかもしれないんですけど、ブログについて検索をしていたら僕の学さんのブログまた出てきましたみたいな、そういう声結構昔からいただいてたんですよ。なんで起こるかっていうと、そういった方っていうのは多分僕のツイッターで定期的に僕のブログ記事を読んでいて、なんかブログわかんないなとか、もしくはプログラミングなんかわかんないなと思ってなんか調べ物してたら、そこでもまたマナブログが出てきたみたいな、マナブログどんだけ出てくるんだみたいな、そんな感じなんですけど、要するに検索エンジン側でそういう指標があったから、だからインフルエンサーとか定期的に発信してる人は有利ですってところですね。続いてもう一つちょっと驚いたのが、ブックマークに追加された場合も SEO で優遇されるみたいです。このロシア製の検索エンジンがこのヤンデックスって名前なんですけど、ヤンデックスっていう会社が、いわゆるその Google Chrome みたいな感じで、皆さんスマホだったらサファリ使ってると思うんですけど、僕は今この YouTube で話しながら使ってるのが Google の Chrome ですね。このブラウザってブックマーク機能あるじゃないですか。例えばこの僕のブログが今 YouTube の方見えると思うんですけど、今僕はブックマークしましたよね。こういう風にブックマークされると、そうすると Google 側がこの記事っていうのは多分有益なんだみたいな、そういう風に判断をすると、 Google 社っていうかそのロシア側の検索エンジンの話なんですけど、多分これ Google 社も取り入れてそうじゃないですか。だから皆さんがもし SEO のマーケターの方とか、もしくはブロガーの方だったら、自分で記事を書きながら記事の途中とかで、もしよかったらこのページをブックマークしてくださいとか、もしよかったらこのページをブックマークすることで何回も繰り返し学習できると思いますみたいな感じで、読者の方にブックマークしてくださいっていうふうに、そういうふうに促すことで、それで SEO で有利に戦えるかもっていう、こういうことが分かりましたと。以上が、検索エンジンの話ですね。もう一回振り返ると、ロシアのヤンデックスっていう検索エンジンがあって、そこがコード流出しましたと。で流出したから、そこから SEO の秘密が流出したんですね。でそこの秘密っていうのを読み解きながらちょっと皆さんに共有をしました。ただ、全体を見て思ったのが、もうやっぱりそのコツコツ発信していって信頼を貯めていきましょうっていう、結局そこなんだなって僕は改めて思ったので、やっぱりその今までもそうだったんですけど、今後もスタンスは変えずにコツコツやっていこうと思います。